いたんですよね。いたんだ、その伝説の。大友克洋さん、アキラを描いた、アキラ見て漫画家目指しましたみたいな話した時、私はそれこそ変態舞台を着てたんですよ。それわざとそう自分が一番目立つ。そうしたら大友さんがそれを見て、あ、それ君描いたのって言ってくれて、そうなんですよみたいな、これ描いたんですよ。で、ぜひ聞かせてほしいはい。話。克洋、大友克洋。大友克洋、Mr. Akira。ミスターアキラ。あれ、初めて会ったんですいや、か？初めてですよ。いつも動画で本当にアキラが好きだからアニメ描いてるよばっかり言ってるのに、本当は会ったことなかった。で、今会っ回たことない。アメリカに行ってで、その伝説の大友克洋さん、アキラを描いた方がたまたまその今回のアニメエキスポに来てて、でも会える可能性は低いじゃないですか、いくら同じ会場にいてもみたいな。なので前日にウェルカムパーティーみたいなのがあって、関係者だけのシークレットパーティー。そういいね。大友さんのステージが初日だったんですよ。前日にはアメリカにいるだろうみたいな。で、そのウェルカムパーティーには来るかもねみたいな思ってて、でも会うとしたらそこしかないって思ってたんですよ。だからそこ狙って行ったらいたんですよね。いたんだ。いたんですけど、面白いのがどれが大友さんか分かんないんですよ。会ったことないし、写真では出てるんですけど、実物見るとやっぱ違うんですよ。まあそうね。印象が、おじさんの集団がいて、10人ぐらいのなんかそう円卓にいたんですよ。で、おじさんが10人座ってて、で一緒にいた上司の方があそこに大友がいるって言ったんですけど、どれみたいな大友いますみたいなずっと言ってて、そうなんかメガネの人だよって言われたんですけど、3人いたんですよ、メガネが。3人のうちどれみたいな、大友どれってずっと言ってて、それ緊張するでしょうね。そうで、違ったら困るじゃないですか。大友さんですかって言って違ったら困ると思ってて、どうしようってもたもたしてたら、なんかこう手前になんか撮影スポットがあるんですよ。なんか AX のロゴが書いてあった。で、その集団がぞろぞろこう前に移動してたんですよ、その写真撮るために。私はその中間にいてこうずっと見てたんですよ。大友が動いたと思ってこう写真撮ってるのを、私は遠巻きでまた写真を撮ってて、でその帰る時に突撃をしていったんですよ。大友さんですよねみたいな。そうで写真撮ってる時に大友さんが分かったんですよ、中心にいたから、あの人だって思って、よかった。そうで近く行った時に「あ、すいません大友さん」みたいな感じで「あきら大好きです、ファンです」みたいな感じで突撃をしていったら「お、そうなの?」みたいな感じで言われて、やっぱその取り巻きじゃないですけど、やっぱセキュリティっていっぱいいるんですよ。もちろんそんな有名な人がいっぱいいるし、初めにその人たちに一応ご挨拶はしてやったんですよ。大友さんファンでちょっと喋りたいんですけどみたいな一応言っといて、その後来た時にバーって行って、めっちゃファンです、アキラ見て漫画家目指しましたみたいな話した時、私はそれこそ変態舞台を着てたんですよ。それわざと自分が一番目立つ。本当に別に大友さんに見てもらおうと思ったわけじゃないんですけど、自分が描いた漫画が一目でわかるので着てたんですよ。でそしたら大友さんがそれを見て「あ、それ君描いたの?」って言ってくれて「そうなんですよ」みたいな「これ描いたんですよ」って言ったら、隣にいたよくわかんないおじさんが「あ、アキラっぽいね」って言っててまあもうそうでしょ、もうファンなんでみたいな、ファンなんでもうめっちゃ好きでみたいな、アキラっぽいねって言われて、でその握手してもらって「あ、写真いいですか?」っつってツーショットイエイって撮ってツイッターに上げたんです。素晴らしい。いや、ほんとすごい。多分話をできなくてもずっと尊敬してた人が自分の絵を見ることが分かったら、もうそれだけでもそう、もう十分だよね。大友克洋の目に私の絵が映ったのがすごすぎて嬉しいでしょ。嬉しい、生きててよかったって思います。そうで、大友さんたち結構すぐその後も帰っちゃったんですよ。そうなので私たちが本当ちょっとでも遅れてたら会えてなかったみたいな。そう、私なんかそうパーティーが5時から始まるって言ったんですけど、私たち結構前日準備で、会場の設営とかしてて6時過ぎぐらいに行ったんですよ。じゃあそうで、大友さんたちはもう5時ぐらいにいたらしくて、本当ギリギリ、本当危ねえと思って、もうギリギリもうちょっともたもたしてたらいなくなっちゃってたと思って、でその後挨拶に来てくださった CEO の方は大友さんに会えてなかったですね。まあそれとあったと思うんですけど、なんかそれ会ったんだよみたいな話をしてたら僕会ってないみたいなこと言ってて、いたのみたいになってたから、危ねえと思って。でも会えたよかった。マジで神でしたね。触っちゃったできた。何回降りられると思ってるんですか？わかんない。10回やってみる。何ですかこれ。10回限界はある。10もいかないね。2 3いや、いかないね。4 5いや6まで。7は無理っすね。
無理無理無理。無理だ6。公式なのが8回だ気がする。急にどうしたの？テーブルが動いてたから全然関係ない。私似た経験としてその上松そのファイナルファンタジーの音楽、はいはい、ロンドンでコンサートをやってた、はいはいはい、でその時にその後で握手会とかあった。それくらいしかない。でも音楽聴かせる機会は特になかった音楽聴かせるだからそのずっと尊敬してた人が自分の作品が見えたことが確認できたらすごいね。そうでも書いたのって言ってた。すごいね。日本では多分会えないですね。そうね。やっぱ海外のイベント行くとやっぱ大御所がいるんですよ。やはり漫画家とかいるんですけど、日本でやっぱそういう大御所に会うとしたらやっぱ私も相当ね力がないと多分会えないので、海外の方が会いやすい気がしますね。会うチャンスが多い。逆だと思う。本当は海外の方が会いやすかった。そうでも私も上松さんはロンドンでやってますよね。そういうもんなんですよ。同じ国に今日本にいるのに会えないんですよ。なんか知らないですけど。あれ今日の話はなんか生放送でもその話してたんだけど、その漫画家になるならなんか多分自分の国でやる方がやりやすいかもしれない。もちろん日本はもともとアニメと漫画の文化が始まったところだけど、だからこそ難しいかもしれない。結構そう日本で漫画家になりたいっていう人いるんですけど、声かけて、いや日本はマジでむずいよみたいなそうマジで日本きついって。あと生放送の話でなんか20歳超えたらもうあなたはもう多分ちょっと遅いとか、あれ卒業したばかりもう大学行かないで漫画家目指してたなのに。そうなんか中学とかもそれぐらいに書いてないと遅いって言われるから、どんだけだよみたいな。でもいいところがその漫画とかアニメとか、クリエイターになりたいならもう今の時代はインターネットがあるから、そんなに場所をすごい限らなくてもいいよね。そうもう全然こだわんなくてもいいと思いますね。それにもうインターネットあるから漫画描くならハワイでもいいんじゃない？ハワイすごい天気いいところとか、ロサンゼルスでもいいし、その天気がいいところ行きたいね。行きたい。日本きつい。湿気がすごい。特に今サマーもうヘル地獄。でもコンビニはすごい。コンビニはすごい。まだ日本はそこは買ってるよね。とても便利。